常に誰かの叫び声があったりとか噛まれたりとかそれが日常すぎて。はすこチャンネル。皆さんこんばんは、はすこです。今日は目的地まで5時間くらい運転なので、精神科時代の話をしていきたいと思います。今日は精神科時代に働いていた時によく通っていた道の駅で休憩します。はい、というわけで道の駅キララアジスに到着しました。めちゃめちゃっていうか懐かしいです。以前精神病院で働いていた時に夜勤明けにここに立ち寄ることが多くて、そこで働いてた時の先輩とかとこの辺りでご飯行ったりとかもして、その時のことを思い出します。動画でも雪の日に夜勤明けでこう車中泊した時にちょうどここに立ち寄って、でハスラーのガチャガチャ、この水色のハスラーが出るまでガチャガチャしたっていう回があったんですけど、その時以来ですね、ここに来たのは。今日は目的地があって、でそこに行くまでちょっとここで休憩したりして、でまた戻っていきたいと思います。はすこチャンネル。夜勤とかやっぱ職業的にやるので、もうね今昼の2時なんですけど、まだ実は寝てなくてまだずっと今まで起きてて、今頃眠たくなってくるっていう感じです。早速道の駅アジスに行ってきたいと思います。お、丸付けや。はい、道の駅でいろいろ買って戻ってきました。以前行った時よりもちょっと施設が増えてて、軽食だったりお土産だったりいろいろコーナーが増えてて、人もね多くてびっくりしました。でちょっと買ったものを食べたりとかして車内で休憩していきたいと思います。当時のその精神科でのエピソードとかも話せたらなと思うんですけど、なんか精神科のことをね話しながらご飯を食べるっていうのもどうなのかなって思うんですけど、ちょっと当時のことを振り返りながら食べたり休憩できたらなと思います。じゃーん、飲めないのにお酒も買ってしまいましたまずこちらハニージンジャーブルースっていう、これは何？ビール？フルーツビール、蜂蜜にちょっとジンジャーっぽいスパイスがあって、でちょっとビールの麦芽が主という感じですかね。フルーティーな味わいなのかなっていうことで買ってみました。そしてこちらリンゴと白麹のヘイジーサワーですはい特差がそんな近くはないんですけど、特差のリンゴかなと白麹を混ぜた味っていうのがちょっとねどんなのかなっていうのが気になって買ってみました。こちらもね麦芽なんでちょっとフルーツビールみたいな感じですかね。じゃーん、買ってきました。肉巻きおにぎりです。またちょっとね中開けてみるんですけど、美味しそうだったので買ってみました。そしてこちら牛肉コロッケと、あとはパンですね。焼きたてでカスタードのたい焼きパンなんですけど、めちゃめちゃ可愛い。こっちがカスタードで、こ
こちらが白あんです。美味しそう。朝ごはん用にアップルパイです。美味しそう。いただきます。もちもちして美味しい。カスタードがめっちゃあったかい。美味しい。すごい、何科ですかとか、結構看護のことについても聞かれるんですけど、今はまあ派遣で普通の一般病棟なんですけど、以前は、直近までは約2年間ですね、精神科で働いていました。ナースキャップをね、被ってて、その時。結構ね、ナースキャップ被ってると、炎上するってわけではないですけど、今時被ってるところないでしょとか、コスプレなんじゃないかとかすごい言われてたんですけど、まあ、本当に、分かってる方というか、精神科なんじゃないかなって思われている方いらっしゃったかもしれないです。精神科ってやっぱ閉鎖的なところで、古い病院とかも結構多いので、まあそういうところでは意外と根強くまだナースキャップをかぶってるところとかもあるので、はい。で、今まで何かで働いてるかとかいうエピソードはしてなくて、初出しですね。まあなんかちょっとその精神科で働いてるっていうとちょっと特定とかされちゃったらまずかったので話してなかったっていうところで、まあなんで精神科にしたかっていうと、その精神科で働く前に一般の企業で就職してて、でまた看護師に復帰するっていう時に精神科がやっぱりどっちかっていうと一般の病棟に比べて看護的な技術が少なかったり、急変とか、あと入退院がすごい激しい、あまりなくて、一般病棟に比べてですね、面接に行ったんですよ。で、その、面接に行ったその日に、いつから働けますかってなって、もうその日に制服のサイズも合わせて帰ったっていう感じで、来ただけで採用みたいな感じで、まあそこまでその絶対精神科ってわけじゃなかったんですけど、もう早く就職したくて、で、精神科になったっていう感じですね。精神科のこと知らずに入って、で、ナースキャップその時市長さんがつけてらっしゃって、びっくりして。私もその、自分がそのなんか看護師になる時になんかナイチンゲールの精子みたいなのを覚えて、看護師として働く誠意みたいなのを誓う儀式みたいなのが学生の時にあるんですよ。で、そこで初めて聖母をナースキャップを被るっていうのが主流だったみたいなんですけど、ここ最近そのナースキャップが廃止されてから聖母式みたいなのもなくて、なんかろうそくに火を灯すっていうことで儀式をするみたいな感じだったんで、ナースキャップつけたことがなくて、当時めちゃめちゃびっくりしましたね。だからその動画のコメントとかでナースキャップつけてるなんておかしいだろうみたいなのも私も本当にそう思ってたんで、確かにまあそう思われても仕方ないよなっていう風にはその時は思ってたし、本当にね、精神科のこととか知らずに入って、実習とかで行ってうすうすは知ってたんですけど、私もやっぱり最初はちょっと怖いなとかすごく不安があったんですけど、まあ実際働いてみたら、まあなんかそんなことないかなっていうか、もうなんかわかんなくなっちゃった。それが日常すぎて、普通に何が普通で何が普通じゃないかっていうのがちょっとわからなくなっちゃったっていうのがあるかもしれないですね。まあやっぱ常に誰かの叫び声があったりとか、まあやっぱちょっと噛まれたりとかまあそういうことはありましたけど、管理がしっかりできてるから問題があったりとかするときは、そういうことがあったら保護室っていう、まあ、いわゆるちょっと監獄っぽいところに閉じ込められるって言ったら言い方ちょっと悪いかもしれないんですけど、そうやって自分で自由に出入りできない、そういうお部屋があるんですね。もちろんその30分に1回っていう観察になるんですけど、そういうお部屋があるから何もそういう怖い思いとかをし
していないっていうのがあるかもしれないです。やっぱ一人で対応しなくて二人以上で対応しますし、まあちょっとでも私が慢性期って言ってすごく精神状態が悪い人が行く病院じゃなくて、そこでだいぶ治療してちょっと家には戻れないけど症状ちょっと落ち着いたよねみたいな人が入る病院、いわゆるちょっとリハビリに近いような感じの病院だったので、なんかまだそういう話で終わってるのかもしれないですで、そうですね、なんか結構大変なことはとか、なんかすごくしんどいこと何って聞かれたりもするんですけど、なんか麻痺してるのかな、なんか別にそこまでなんかめちゃきついとかは思ったことなくて、唯一あるとしたらコロナがクラスターといって病院の中でかなりコロナの人が増えた時に結構大変だったかなっていうのはありますね。やっぱり一般の人ってコロナが発生してある程度知識があって隔離に対してとか、何かこう今までできていたことができなくなったりするっていうことに対しても、コロナがあるからっていうのを理解してもらえるんですけど、なかなかこう精神疾患があったりとか、その他のなんかね病気とかがあったらコロナというものに対しての理解がそもそもなかったりして、感染を患者さんにさせないように制限するっていうことがすごく大変でした。こちらが大変というよりかは、コロナが拡大しないように隔離しなきゃいけないのに、やっぱ理解できないから今までの日常と大きく変わっちゃったりして、さらにストレスもかかるしっていうことで、かわいそうって言ったら本当そうなんですけど、感染を抑えるっていうのが一般病棟に比べてすごく大変だったんじゃないかなと思います。コロナが流行った時って、コロナが流行る前は普通に個室で食事ってあまりなくて、みんな食堂に出て食べるっていうのが結構多くて、コロナが流行ったらもう誰が持ってるかわからないから、みんなお部屋で食べるようになって、精神疾患がある人って自分の決まり事みたいなのがもうしっかりしてて、それが一個でもずれたら嫌っていう方が多いから、もうそうやってご飯食べに行くのもダメだし、トイレに出るのもダメっていう時もあったんですよ。部屋の中にポータブルトイレっていうのを置いて、で処置もそこで全部するし、トイレもそこでするし、ご飯も全部そこで食べないといけないし、全てが全部自分の部屋の中で制限されちゃうっていうので、ちゃんとご飯が食べれなかったり、トイレでちゃんと排泄ができなかったり、もう全てを全部そこでやるっていうのがすごく大変だったし、感染部屋とか特にね、多分これ病院だけじゃなくて、保育園だったり他の介護施設とかもそうだと思うんですけど、コロナという未知のものが発生したというか、で臨機応変に対応してもらうのも難しいし、そもそもそのコロナだからっていう言葉が通用しないというか、わからない、理解できない人に対して説明する、理解してもらうっていうのが難しいですよね、本当に。精神科でね、いろいろね、精神疾患にも種類があるので、私のところではちゃんと服薬して薬を飲んで保ってるので、普通の人に見えるんですね、やっぱり。身体的な病気はないので、精神的な問題になるので、旗から見たら本当に一般の普通の方なんですけど、ちょっと変動があったりとかするんですけど、真面目で結構職業的にも頭が良かったりとか、生真面目な人が多かったような印象ですね。何がきっかけでその精神疾患が発生するのかなっていうのを、ずっと働きながら見てたんですけど、女性の場合ですね、これは男性はちょっとわかんないんですけど、恋愛がうまくいかなくなったりとか、そういう恋愛関係の問題があって精神疾患をちょっと患ったっていう患者さんがすごく多かったですね。これがすごく意外でした。でも恋愛ってね、やっぱ自分の思い通りにいかないことが多いと思うし、
女性とか特になんか優先順位がやっぱ恋愛になったりとか、すごく自分の心の大部分を恋愛で占めちゃうってことあるから、すごい傷ついたりとかネガティブなことがあったりするとなりやすいのかなっていうのは確かに納得しましたね。まあキャリアウーマンとか結構バリバリやってる方の方がなりやすかったりするのかなっていうのはありました。次、肉巻きおにぎりも買ってみたので食べます。精神科とか何かとか関わらず、看護師が一番大変なのは職場での人間関係がやっぱ一番大変なんじゃないかなって思いますね。まあそういうの関わらず少人数とかになると大変なのかな。看護の世界ってやっぱ一人ぐらいなんかちょっと苦手だなみたいな人いると思うんですよ。で、一人いても仕方ないんですけど、それ何がしんどいかってやっぱ夜勤ですね。夜勤が二人きりなんですよ。どうしてもやっぱコミュニケーション取らないといけないですし、支え合わないといけないんですよ、夜勤は。それがやっぱちょっと苦手な人だとね、なかなかね、ほんと仮眠休憩の時ぐらいですよね、やっぱ。まあなんかあんまり話しすぎてもね重たく感じちゃってもいけないので、またこの後だったりちょこちょこ動画で話せていけたらなとは思いますはい、というわけでなんかちょっと暗くなっちゃったかもしれないんですけど、すごく楽しみにしているところがあって、まあ今からまた5時間ぐらい運転していこうと思うので、ちょっとここで休憩してちょっとゴロッと寝たいと思います。パジャマに着替えました。ちょっとここで仮眠休憩してまた移動したいと思います。暑くて半袖のパジャマに着替えました。はい、それではおやすみなさい。あんまりなんかなんか眠たいんですけど寝れなくて、なんか変に目が覚めてきちゃって、ちょっとまた眠たくなるまで運転しようと思います全然寝れんかった。はい、それでは目的地を目指してまた運転していきたいと思います。行くか。よいしょよいしょ。行ってきます。よし。なんかめっちゃ人集まってる。ヤンキー。はつこチャンネル。着きました。みーちゃん、みーちゃん、みーちゃん。登った登った。みーちゃん、みーちゃん、みーちゃん登った登った。登ってみてよ、みーちゃん。登るか？お、いけいけ。はつこチャンネル。はい、というわけでフルフラットにしました。少しちょっとベッドで仮眠休憩していきたいと思います。はつこ
こチャンネル。よいしょよいしょ。おはようございます。今夜中の2時ですかね。7時ぐらいから2時まで寝ました。はい、目的地に向かってもうちょっと行きたいと思います。はい、というわけで準備ができたので早速、出発したいと思います。もうボサボサお腹が空くまでちょっとまた運転していきたいと思います。行ってきます。じゃーん、生もみじいただきまーす。チョコがたっぷり、夜勤してるみたいなあー、今からなんですけど、島根県の出雲大社に行きたいと思います。ちょっとね、朝のなんか朝日みたいなのは見れないかなって思うんですけど、ちょっと朝方のお参りにしたいので頑張って行ってきたいと思います。あと31分で5時半ぐらいには着きそうです。はい、行ってきます。朝日がね、間に合うんじゃないかなと思います。出雲大社で朝日を見るぞ。ミーアイっていうアイドルの新曲がね、アルバムが更新されたんで、これを聴きながら行ってるとあっという間に到着しました。もうすぐ着きます。ちょっとね、もう右側が明るくなってきてるんですけど、あっという間に明るくなっちゃった。ちょっとカメラがどう映ってるかわかんないんですけど、結構空がねピンクになってきて明るくて、すごいなんか厳かな雰囲気になってきました。あと2分で着きますね。島根ワイン着いた。駐車場聞こえますか？この鳥の感じの鳥のさえずり、朝の匂いがします。いいですね。はい、
というわけで出雲大社に到着しました。約5時間半運転しましたね。いくらかかったかな。でもなんかそんなにお金はかかってない気がします。高速道路を通って、4000円ぐらい高速代は使ったかなっていう感じです。はい、そうですね。でも今回結構ちょこちょこ休憩したので全然運転がきつくなかったし、音楽聴きながら楽しく運転してたらあっという間に到着しました。ちょっとね、もう朝日はね、なんかいい感じに見れないかもしれないし、ちょっともうどれもいなくて入れるのかなっていう感じなんですけど、とりあえず今パジャマなんで着替えたりして、ゆっくりお散歩とかしながら行きたいと思います。では出雲大社に行きます。よいしょ。初子チャンネル。やっぱ朝起きると早いとなんか気持ちいいですね。見えてきた。すごい。うわー、立派なしめ縄。まだこっちはね入れないんですけど、ここはわーすごい。開きました。6時になったので早速入っていきたいと思います。おー、わあ、こんなに朝早く行くとやっぱり人が少なくて、ゆっくりこう独り占めできるというかすごくいいですね。ここ出雲大社は日本屈指のパワースポットで、日本最古の歴史書である古事記に記載されていて、出雲大社の祭神は大国主の大神で、大黒様の呼び名でも慕われています。そして若い女性が一度は訪れてみたくなる出雲大社の有名な最大のご利益が良縁祈願。全国的にも縁結びの神様として知られていますね。なぜ縁結びの神様と呼ばれるのか。一説には全国から出雲に八百万の神々が集まるとされる神集いで、集まった神様が人々の縁を話し合うという信仰が広まったことから、縁結びの聖地と呼ばれるようになったと言われています。初子チャンネル。はい、参拝してきました。朝がね朝早かったっていうこともあって、人もすごく少なくて天気も良くて、すごくね参拝日和でした。でおみくじ引いたんですけど、大吉とかねそういうのはね書いてなかったです。縁結びのお守りも変えて大満足です。というわけで、これから松江の方に向かって1泊して帰っていきたいと思います。というわけで、はい、今回はここまでとなります。次回もお楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。